時問題を解説する ASMR 動画です。何もかもごちゃ混ぜになってると思うんですけど、一応高校1年生から、6年から7年ぐらい塾講師のバイトをしていて、めっちゃ頭いいとかじゃないんですけど、それっぽい教え方は、多少できるかな、癖あると思うんですけど、ということで、その集大成ということで、今年はねあんまりいっぱいは教えなかったんですけど、理科の解説をすることが何度かあったので、それに模した形で、この令和7年度の多分問題解いたことないんですけど、7年度だけはこの問題を解説していこうと思います。多分もうあと1週間もないんですけど、今年の都立の受験にはぜひ皆さん頑張ってください。受験が控えてるどのタイミングでみんながこれを聞いてるかわかんないんですけど、ということで早速題問1からやっていきます。都立の理科は全部で5問構成かな。1問目と2問目が、小問集合っぽい扱いで、3、4、5にそれぞれ1個のテーマをバーッとやるような題問が続いてる感じになってます。ということで1個目が小問集合。ちょっとこれ塾の先生の大事なポイントとして、大事かつ絶対にダメなポイントとして1個、自信ありそうに授業する先生っていうのは結構、いいと思うんですね。なんでかっていうと、自信ない先生よりも生徒が聞こうって意思になってくれると思うから。だから自分は、合ってるか分かんない時も結構自信ありげに喋るんですけど、それで間違えることも多々あるので、そういう時は後々訂正します。ということで、今回も答えを見ていないので、余裕で間違ってたらごめんなさいしますね。はい、ということで、まず人が手を握られたという刺激を受け取り、意識して手を、握り返すという反応を起こすまでに信号が伝わる経路を表したものとして適切なのは次のうちどれか。一応解説なので解くだけじゃなくって周辺知識まで言っていきたいですね。これは結構選択肢助教でやっていくのがいいのかなって思うんですけど、最初3つ感覚器官で、その後中枢神経っていうのがあるんですけど、イメージとしてはこの、手があったらですよ、ここに感覚器官がありまして、で、その後にこれ辿った先のここ体の、いわゆる脳につながってるところ、ここが中枢神経ですねがありまして、でこの中枢神経からまたその指示が出まして、嘘ついたわ、ごめん、ペン打ったところが感覚器官で、この書いてあるこの線が感覚神経ですね。で中枢神経に来て、脳で受け取った指示っていうのを中枢神経を通って運動神経、この運動神経ですねを通って運動器官につながるという流れを言ってるのを選んであげればいいので、正解はこれですかね。感覚器官、感覚神経、中枢神経、運動神経、運動器官、多分合ってます。次が太陽系の惑星について。結構自分は慣れてるのでもうこれ読まないです。これは全部時間もったいないので、もうこれパッと見でね大体分かりやすくなってるから、ここから読み始めちゃって OK です。慣れてる人は。太陽系の惑星は、小型で密度、そうですね、惑星の問題は大体密度の大きさが試験で出されますね。これによってその地球型惑星っていうのと、木星型惑星みたいな、いわゆる密度の大小で分かれるんですね。ちなみに地球が密度が大きい、これが地球の方で、密度小さい方が確か木星ですね。これガスとかでできてるんですよ。だからガスって気体じゃないですか。だから密度が小さい、スカスカですよと、要はっていう問題でしたね。なので1個目が地球型惑星、間違えた1個目が地球型惑星だから、まず2択に絞れて、その次はどっちも木星だから最後当てないといけないと。太陽系の惑星のうち、ここね、今太陽からの距離が、そうですね、もう1個パターンは距離ですね。だから惑星の問題は距離と密度を覚えれば OK と。地球より遠いところを公転している、これは皆さんよくご存知の水金地科目を言ってあげればいいんですね。あれは実は太陽側からの順番で並んでるんです。
座惑星ですね。この丸1はどっちかっていうのなんですけど、皆さんがご存知かどうかは知らないんですけど、持っといたら嬉しい知識としては、ちょっと数年前に地球以外に住める惑星といえばっていうニュースがよく流れてた人、今の覚えてる人います？それはね、これ火星なんですよ。なんでかっていうと、これ水があるから。ただ気温とかがめっちゃマイナスいったりめっちゃ高くいったりするから、まだ現実的じゃないんだけど、次の候補先としてこれ火星っていうのは有効だと言われていたということは、地球と近い性質なんじゃないかと。これ正直、予想です。私もよく分かってないんですけど、なんで答えは火星かなということで、答えは青を選んであげれば多分合ってんじゃないかなと思います。あれですね、その土星はなんか木星と近いイメージないですか？これ勝手だけど、間違えた、これまで聞いちゃった。土星はね、木星と近いイメージなんですよ。土星ってなんかこうやってやってて、こういう下手くそすぎた。こんな感じでさ、あれ回り回ってるの分かる？あそこの部分ってどうやってできてるか知ってます？これ関係ない豆知識。実際教える時も自分こういうのやるんですけど、あれってこういうちっちゃい岩石みたいなのがいっぱい集まって、それがドーナツ状になってて、ここの真ん中に惑星があるみたいな。ちょっと下手くそすぎて何が何だか分かんないと思うんですけど、はい、過去に終わり。これ最後までちょっとできないですね。はい。あとちょっと一応価格は今画面見てるんですけど、ちょっと友達に教えてるぐらいの価格にしてみてます。中華もこんな感じですね。横からなんで。はい。で次が図1のように光源装置と台形ガラスを固定した、屈折の問題ですね。光源装置、そうで、中華講師向けアドバイスとしては、アドバイスできる立場じゃないんですけど、問題の内容は1文目とこの図とかでなんとなく把握できると、実際に解説するときとかにあれなんですよね。予習とかしなくてもパッと見で分かるようになると予習しなくて済むんですよ。だからそうなりましょうと。で、光源装置の点 A、ここですね。ここから出た光は台形ガラスの境界面球、ここに垂直に入射し、そのまま直進すると。で、境界面 R で屈折。みんな屈折ってのは何なのかって言いますと、最後まで一回読みます。嘘つきました正位置の光源装置の点 A から出ている矢印は境界線 R までの光の道筋と向きを示していますよ。光源装置の点 A から出た光が、境界面 R に、入射するときに作る、入射角と境界面 R で屈折し光が台形ガラスから空気中に進むときの道筋と組み合わせたものとして適切なものは次のうちどれかと。はい。一回ちょっと通知がうるさいので一回通知を切ります。はい。でですね、まず屈折の仕組みを皆様に説明していきますと、屈折ってのはですね、まず光が進む時に発生するものが屈折なんですけど、こいつには実は速度がありまして、みんな高速って聞いたことあるでしょ。で、このみんながよく知ってる高速っていうのはこれ大体真空中とか、空気中でいいです。空気の中での進む速度をみんなは高速って言って勉強してるんですけど、光って別に何も空気だけじゃないですよね、進む時っていうのは。問題でよく出るケースでいくと、今回と同じケース1個目、ガラスの中、こいつ光は貫通しますよね。あとはよく出るのでいくと、水かっこ液体ですね。液体の中、こいつも通るよと。はい。で、こいつらは実はみんな想像してみてほしいんですけど、どっちが速さが変わるんですよ。空気中とガラスと水の中で。で、基本的にはこれ空気中が一番速いです。空気中が最速で、ガラスと水の中だとちょっと進む速度が遅くなりますよと。でもなんかちょっとイメージ通りじゃないですか、それは。で、そうすると何が起きるかっていうと、こうやってガラスの面があっ
下に下がってもこうちょっとしか横に行けなくなっちゃうんですよ。これが実は屈折っていうものの仕組みで、光っていうのは空気中から他の物体に入った時にこう光が曲がって見えますよと。これが屈折の仕組みで、基本的にはこの速度に依存してるんですね。なんでこれ屈折、よくこっちの角度のことを入射角で、こっちの角度のことを屈折角とかってね言ったりして、どっちが大きいで、もっと言うとこの光はこのガラスから外に出るときはまた元と同じ角度に戻るんですよ。これね。はい。でこれだから、さっきは入射角に比べて屈折角が小さくなったのに、今度は入射角に加えて屈折角の方が大きくなるっていうので、これ出るときと入るときで逆になっちゃって、暗記するとあべこべになる人多いんですよ。そういう人は基本的にはこの速度で覚えてあげると結構納得しやすくて、速度が速かったのに対して遅くなったから、こうちょっと手前に折れ曲がってきちゃったよねと覚えると、この入射角と屈折角の角度の大きさは完璧と。はい。というのを踏まえた上でこの問題と向き合ってみると簡単に解けんじゃないかと思います。ということで、まず1個目の選択が、光源装置の点 A から出た光が境界面 R に入射するときに作る入射角は、入射角自体がどれかっていう話でしたね。はい、で、さっきの図でいくと、入射角っていうのはここですね。あれちょっと色が変わってなかった。ここですね。はい。ポイントはこの境界面に対して、今でいう境界面はここなんですけど、垂直な線を取ってあげるんですね。はい、でそことこの光の間を取ってあげればいいので、境界面 R に対して垂直な線を取ってて、それと光との間なので、こいつがまず1個目の入射角の答えになるわけだ。そうしてこっち境界面 R で屈折した光が大気ガラスから空気中に進む時の光の筋道のこの S と T どっちかなんですけど、これさっきやりましたね。逆にガラスの中から空気に出るときは速度が速くなるはずなので、ここの時にこれだけ進んでるのよりもより進んでる方を選んであげればいいので、より遠くに行ってる方はどっちかというとこっちになっているので、答えは S だぞということで、答えはうになると。はい、という感じで、ドイツはね基本的に2択に4択から2択にして1択にするって流れなので、どっちかしか分かんなくても2分の1までは確率絞り込めるので、結構大問1は頑張りたいところですね。はい、次いきます。ちょっとこれ次のページに進みたいんだけど、はい、次第4番、内部に空洞がない直方体の物体 X と物体 Y は、これ文章問題長いですね。ともに純粋な物質で、一方が鉄で一方が銅でありますよと。はい、この物体 X と Y について温度が20度の時の体積と質量を測定した結果が表の1になりましたよ。また物体 X と物体 Y の温度が20度の時に磁石を近づけると、一方は磁石に引き付けられ、もう一方は引き付けられなかった。表には温度が20度の時の、密度をまとめたものですよと。はい、銅と鉄の密度をまとめてくれてますと。表と12から物体 X の物質名と Y の物質名、物体 X の物質名と物体 X と物体 Y の温度が20度の時に磁石を引きつけた時のそれぞれの近づけた時のそれぞれの様子の組み合わせということで、これは物体の、判別問題ですね。大体金属とか、あとは気体を判別する XY とか XYZ から判別する問題なんですけど、今回は鉄と銅ということで、自分はあんまり見たことがない問題だから、この年の受験者の人をってなった可能性が、ありますよと、はい、いうことで考えていくんですけど、これはですね、この表と1と表と2はこれ同じタイミングで計測したもので、これ密度、理科を中学校の理科を特に勉強する人は気をつけてほしいのは、これ単位、これね、よく密度の公式って言われたらみんなはこう体積分の質量とかって覚えさせられると思うんですけ
けど、もっと本質いくんだったらこれ単位で覚えるのが一番効率いいんですね。具体例で言うとですね、今回は多分出てこないと思うんですけど、ちょっと待ってね。これみんなこの公式ってちょっと待ってな。じゃあ仕事、現役中学生わかるかな、仕事量っていうのがね、中学校の理科では出るんですね。仕事量、これがジュールっていう単位で表すんですけど、これどういう公式かっていうと、仕事量は、超簡単に書きますよ。力の大きさと、距離の掛け算で求めるんですね。はい、力の大きさと距離をで、力ってのはニュートンです。簡単に言ってしまえば。これはね、難しいので今度解説します。仕事量はジュールだ、ジュールイコールニュートンで、距離、じゃあ10センチ、例えば10ニュートンの力で10センチ進んだら 10×10 で100ジュールかと思うと思います。これ甘えんなって話なんですね。これなんと、これ距離はこれメートル指定なんですよ。はい、だからさっきの10センチだったらこれは 0.1 メートルになっちゃうんですね。センチからメートルに直すので、という感じでですよ。これ全く関係ないんですけど、もう単位で覚える方がめちゃくちゃ効率いいんですね、理科ってのは。なんでぜひみんなには、単位で覚えるというのをちょっとチャレンジしてみてほしいですね。ということで、密度は立方センチメートル分のグラムと、おっとここに書いてあるなと思いませんでした皆さん。じゃあこれ使って計算したらこれ鉄と銅どっちかに当てはまるでしょということで、これはちょっとただの計算問題ですね。で、理科の問題は基本的に割り算するんじゃなくて、なんとなく分数にして計算してあげるといいと思います。で、あとはここら辺は、感覚なんですけど、これ密度が、1以上違うんですよ。ってことは、ぶっちゃけこのね、ここの部分は計算に含めなくても正しい答えが出るんじゃないかということで、12分の107と15分の118で比べていくというのをやりましょう。で、もっと言うとだな、もっと簡単にね、賢くやっていくとしたら、割るのが早いかな。107、今思いついているやり方は2通りです。分数でやれと言った矢先、あれは嘘だ。これよく言うんですけど、あれは嘘です。これは107割る12と、こっちだったらこっちね、118割る15をして、これ単純に大きい方がどうだなって判別方法が1個で、もう1個いつかのためのみんなへの参考でやるんだとしたら、これ要は大きさ比べなわけなんですよ。4つから2つを選ぶわけじゃなくて、2つでどっちかなってやればいいだけなので、この2つのどっちがでかいかっていうのが分かれば要はいいので、これ分母を通分してあげたら大きさ簡単に比べてあげられますよね。で、掛け算得意な人は通分してあげて、割り算得意な人はこれ割り算やってあげましょう。一応練習なんでどっちもやっとくと、これ107割る12は、ギリ9いけないですね。こうなって、8点なんたらこうたらと、こっちも8で、こっちはこれ8いけないんですよ。8いくとこれ120にいっちゃって、これ8いけない。こっちは7点なんたらになるから、じゃあ、こっちが7の方だから鉄だなと。で、こっちちょっと最低なことしてるね。ちょっと一旦落ち着いてみんな。横だね、横。この y の方、118の計算使ったこっちの方が、7だからこっちの銅になって、ちょっとごちゃごちゃになってきたね。はい、こっちの x の方が、鉄になるよと。で、これさっきの通分の方は一応どうやってやるかを示しておくと、みんな通分覚えてる？通分はこれ分母を同じ大きさにしてあげるやつね。12と15だったら最小公倍数が60なんで、どっちも60分のにしてあげるんですよ。そしたらこの12の方っていうのは
5倍、60にするのに5倍してるから、この上の方を5倍しないといけないから535になって、こっちっていうのは15を62にするのにこれね4倍してるから、これ分子を4倍してあげればよくて、472かな。そしたらやっぱこの12の方が大きいから物体 X が大きい方の待ってごめん、さっき思いっきり逆で線引いてたね。ごめん、これ逆です。ちょっとダメだ、ちょっとミスが多いですね。はい、口で言ってることは合ってたはず。物体 X の12の方がこの銅の方になって、この Y の方が鉄ですね。先生はたまにこうみんながちゃんと授業聞いてるかをチェックするために、嘘つくんで、ちゃんと見極めてね、試されてると思って。ってことで物体 X はまず銅になりますと。で X と Y の温度が20度の時に磁石を近づけた時のそれぞれの様子というのなんですけど、ちょっとこれ知識問題ね、ちょっと今ね困ってます。温度によって磁石がつかなくなるのがどっちかなっていうのを考えていきたいんですけど、物体 X、 ちょっとこれ知識問題困ったな。こういう時もあるんですよね、覚えてないっていう。単純にヒントがないかをもう一回読みます。単純に20度の時に一方が引きつけられ、もう一方は磁石に引きつけられなかった。単純にですよ、銅ってくっつかなくねっていう、磁石に確か俺の記憶が正しければ。はい、なんでX が銅だから銅が引きつけられなくて Y が引きつけられたって言ってるこいつが正確な、ちょっと間違ってたらきません。これ知識問題なんで自分で確認してくださいはい、で本番のあれですよ、解説ではこんな丁寧にやってたら最後までいけない。ちょっと今日は時間かかりすぎだから、言っても大問2ぐらいまでかなと思ってるんですけど、はい、本番は授業時間内に収まるようにめっちゃ工夫して解説します。その次問い5、ここね、ここ内部に空洞のない純粋な物質でできた直方体の物体が、木の板の上面に加える圧力が一番大きいもの。これは単純ですね。圧力が一番大きいのを求めようと。はい、で圧力が何で決まってたか思い出したいんですけど、まず圧力の単位、一応さっきの方法でありますか。圧力っていうのは面積あたりの、力、要は、重さですね。やべ、単位ちょっと癖が出すぎていきなりニュートン書いて力を表してるんですね。はい、でこれが単位で表すとどうなるかっていうと、圧力はこれパスカルです。パスカルは、立方センチメートル分のニュートンだったっけ。これ今ねすごい困ってます私がここが立方センチメートルだったかどうかをすごい忘れちゃったんですけど、今回は大きさ比べるだけだから、どっちでもいいんですけど、ちょっとみんな確認しといてねっていうぐらいの、適素さも大事にしていきましょうと。はい、ということで、これはどういうことを表してるかっていうとですね、力は大きければ大きいほどこれ圧力大きくなりますよね。そういうのを考えるときはどうやって考えればいいかというと、これ面積は1だと思ってあげるんですよ。面積はじゃあ1ですと。その時に10の力と20の力、どっちの方が圧力大きくなってますかと。じゃまず10の時は1分の10だから圧力は10パスカルになりますよねと。ただじゃあこっち20の時圧力は1分の20を20の方がでかいなと。圧力、こっちはみんな想像できるはず。じゃあこれ面積は大きいのとちっちゃいのどっちがいいんだと。感覚で言うんだったら鉛筆の削ってある方と削ってない方、どっちの方が力かかりますかと。きっとみんな細い方をイメージしたと思うんですけど、その通りで、例えば力を100に固定してあげますよと。その時に面積が10なのと100なの。100の方が断然広いですよね。で10の方が狭いですよね。じゃあ実際10だったら10分
の100で圧力10になるんだけど、面積100だと100分の100で圧力1になっちゃうんだよね。はい、という感じで、ここはちょっと感覚として持っといてほしいのが、この接地面との面積はちっちゃければちっちゃいほど圧力はでかいぞと。ただ今回の問題は、ちょっと厄介でして、これそもそも重さが違うんですよね。だからこれ接地面だけで求めることができないので、正確にやるんだったら実際に全部この公式に当てはめてって計算するといいと思います。その上で大事なのが、ここですね。ここ、はい、今黄色くライン引いたところで、質量をさっき使ってたこの力のニュートンに変換するっていう力が皆様には必要で、どういうルールがあるかっていうと、 100g で1ニュートンってルールがあるんですね。はい、100g が1ニュートンで、中学理科は基本的に計算問題は全部火を使って計算してあげるとすごく簡単なんですよ。例えばこれだったら 100g と1ニュートンの関係に対して今回出てくるのが、5キロ、10キロ、3キロ、それぞれが5キロ、10キロ、3キロだったので、それをこっちが重さの方ですよね。で、こっちがニュートンの、それで並べてあげるんですよ。じゃあ重さ5キロ、5キロは何グラムかっていうと、これは5000グラム。これ何キログラムの K っていうのは1000って意味で、みんなが見てるやつだと TikTok とかがなんかいいね数何 K とかって表されたりするのは、あれは 1000K ってことですね。で、5キロなんだっけ、10キロ、3キロね。10キロはこれ1万グラム、大きいですね。で、ミスった。3キロは3000グラムで、比で考えろってのがどういうことかっていうと、こっからここ、こっからここ、こっからここが何倍になってるかに合わせて、この右のやつもこうやって倍にしてあげるっていうのが比の考えなんですね。そうすると、から5000はこれ50倍になってるから、これ50ニュートン、右は50倍してあげたら、で100から1万は100倍になってるから1ニュートン ×100 で100ニュートン、同じ感じで最後が30ニュートンということで、ちょっとこれねずっと書いてあると邪魔なので、それぞれにメモしておきましょう。50キロが50ニュートン、10キロが100ニュートン、3キロが、30ニュートンと、はい、っていうので、ここはちょっと一回消します。はい、ちょっとね、だいぶ丁寧めに解説してて、ね、できる人からしたら退屈だなと思う人もいると思うんですけど、これできる人の正解だけができても意味なくて、こうやって思考のプロセスを学ぶことがすごく意義のあることだということを、一応ね、人生の先輩として、一応みんな中学生の設定なので、僕からしたら一応全員後輩なので、人生の先輩として一個言っとくことがあるとしたら、知ってることでも、その知ってる問題をその解く人の思考のプロセスには何よりも価値があるっていうのをみんなは知っとくと、ちょっとインテリジェンスで持てる人になれると思いますはい、そしたら1個目の、圧力計算していきますか。まず1個目が50ニュートンで、計算してあげるべきはこの木の板との設置してる面の大きさなので、この今赤く塗ってる面っていうのがこれ下にもきっとあって、ここの面と下の面は同じ大きさなので、ここで考えてあげると、ここの面積は正方形の長方形の面積、四角形の面積は縦かける横なので 5×10 で50センチメートルになるので、圧力は50分の50になって1ですよと。はい、こいつ1です。はい、ぐるぐるしておきましょう。こいつ1です。はい、次。こいつは面積一緒ですね。はい、これは正直計算する必要も本当はないんですけど、さっきと一緒で50分のこの100になるので、ごめん、100になるので、これ計算してあげると2になるので、こいつに、この時点でさっきのやつは敗北と
と一緒だね。100分の、100ニュートン、こいつが1となるので、結局比べてあげると右からいくと10分の321ということで、優勝はこいつでしたという感じで、これはねすごい丁寧に今解説したんですけど、結構、都立の理科はね結構時間余る人も多いような科目なので、できる人からしたらシビアな問題じゃないですけど、時間ギリギリの人とかは今みたいに計算するんじゃなくてですね、同じ、例えばね左2つは同じ面積なのに重いのこっちだったじゃないですか。その時点でまず合わなくなって陰に絞れるんですね。で、うとえも一緒、同じ底面積ってことは単純に重いこいつの方が重いよなと。で、このうといとえを見てあげると、両方とも今度は重さが一緒なんですね。10キロ10キロで。それに対して底面積見てあげると明らかにこっちの方がちっちゃいっていうのがわかる。てか、そしたら答えはいたなという風に解くためには、結局最初にやったこの圧力と力と面積のどこが大きいとどこが大きくて、どこがちっちゃいとどこが大きい小さいっていうのが、分かってないと素早くは解けないという感じで、工夫して解くためにもいわゆる体系的な理解、皆様体系的という言葉をご存知ですか？全体を流れとして理解するようなことってイメージでいいですかね。1対1で対応、この問題の答えはこれだって思うんじゃなくて、この問題からここの答えにたどり着くまでの流れが理解できてると賢く解けますよと。それが思考のプロセスってやつです。だからきっと自分が最初にやったような解き方で正解しちゃった生徒は丸付けで満足して解説聞かない人もいると思います。中学生、高校生でも違うよねと。その後に解説したような思考のプロセスが知れたら、まだ成長できるじゃん私と。はい、ということでちょっと長くなっちゃいそうなので、今日はとりあえず第1、次の問題で解説終わりにしようと思います。好評になりうる気もが全くしないんですけど、聞きたい需要があればまた同じような動画やりますね。じゃ最後問力、図2のように丸い印を作る順形の円筒の答えとシワのある印を作る順形の円筒の答えとを掛け合わせて得られたこの題の印は丸い印のみであった。これ問題文全部読み切ってもいいんですけど、先にこういう問題になかなか触れたことない人はなんだこれってなると思うんで、そのお話を簡単にしとくと、よく例え話で出されるのは人間の二重と一重の話ですね。要は親2人とも二重なのに子供一重生まれたよとか、親2人とも一重なのに子供二重生まれたよみたいな感じで、遺伝の仕組みっていうのは表と裏しかないような二重と一重みたいな関係性なのに、なんかこっちばっか出たり急にこれが出たりみたいなのがあったりして、それを学術的に学ぶのの代表例としてよく使われるのがこのエンドウ豆のシワの答えと丸の答えなんですね。これが表と裏、さっきでいう二重と一重の関係性ですよと。で、ちょっと先まで言っちゃうと、問題によってなんですけど、基本的には丸い、種子っていうのの方がより遺伝として出やすいっていう仕組みがあるっていうのを後で詳しく解説するんですけど、大前提で聞いてみると問題文の意味がちょっと分かりやすいかな。はい、ということでもう一回1個ね、丸い種子を作る順形の円筒とシワのある種子を作る、順形の円筒の答えを掛け合わせて得られたこの題の種子は丸だけでしたよと。丸とシワで、子供を作ったのに全部丸になっちゃいましたよ。これからも分かるよね、丸の方が強いってのが。さらにこの台の丸い種子、ここで出た丸い種子を巻いて、それぞれを自家受粉、要はその子供同士で受粉させた結果のこの台の種子を全て回収しましたよと。はい、でそれがどうなるかっていう問題ですね。多分ここ、孫の台の種子の遺伝子の組み合わせとして適切なのは次のうちどれか。はい、でここからすごい大事です。ただし、種子の形が原生の性質になる遺伝子がラージ A で、
のある種子がスモール a としますよと。はい、ということで、超キーワードですね。牽制と先生って出てきて、これ4手地のごとくで、牽、これ音読みじゃなくて訓読みは一印で、線、これ音読みが潜むですよね。要は一印ってこれであってたっけ？漢字違う気がしたわ。顕著の顕ですね。要は出てきやすいのが牽制で、出てきにくいのが先生ですよと。で、基本的にエンドウ豆ってのはどういう感じになってるかっていうと、遺伝子がこう2個まで持てる仕組みになってるんですね。はい、2個セットですよと。はい、2個セットを、皆様お抱えしてる状態なんですけど、ここにさっきのラージ A かスモール A のどっちかが入るんですけど、一番最初にあったこれも超重要キーワード、これね知らずにずっと解いてる人多いんですけど、最初に丸い樹脂を作るこの黄色のマーカーの純系のエンドウとシワのある樹脂を作る純系、これ純系って出てくるんですけど、純系ってのは要はどういうことかっていうと、丸い樹脂を作る、この牽制の方の樹脂を作る純系のエンドウってのはこれのことです。2個ともがその遺伝子のことを純系って言うんですね。正確にはちょっと違うんですけど、問題を解く上ではそう理解してもらって構わないです。逆にシワのある種子の純系ってのがこいつなわけでした。この2つを掛け合わせてまず子供を作ったら丸しか出なかったというお話なんですけど、この人たちが、受粉というかそうですね、子供を作るとどういう子供の遺伝子の分配方法になるかっていうと、基本的には 4×4 のマスを想像してあげてほしくて、まずこっち側とこっち側にそれぞれ配置してほしいのが、掛け合わせるそれぞれの遺伝子をこうやって縦と横に1列ずつ書いてあげてほしいんですよ。で、こことここの組み合わせが、これまず1人目の子供で、次こことここの組み合わせが2人目の子供でやると、なんとこれ実は全部同じラージ A スモール A の組み合わせができるんですよね。これがまずこの世代ですよと、子供の世代の遺伝子の組み合わせで、ここで先生と牽制っていうのが効いてきて、この先生の性質と牽制の性質と形質と先生の形質を持ってる、ラージ A とスモール A っていうのはこれ同時に存在すると何が起きるかっていうと、全部この牽制側の性質が出てくるようになってるんですよ。だから問題文でこの世代、ここですね、この種子は丸い種子のみでしたよと、という風な感じになってるんですね、牽制と先生の組み合わせは。で、この問題ではさらにどうしないといけないかっていうと、ここで出てきたこのラージ A とスモール A を使ってまたこれをやったと、またこの人たち同士で子供を作ってみた結果、最終的にどうなったかっていうと、ちょっと新しい色が欲しい。どうなったかっていうと、さっきと一緒です。こことここでやると、今度はラージ A で、こことここだとラージ A スモール A で、こっちとこっちだとラージ A スモール A で、こことここだとスモール A スモール A。 じゃあここでですよ、じゃあさっきのを生かしてそれぞれが丸になるのかシワになるのかを検討してみたいんですけど、まずこいつはそもそもラージ A しかないので、こいつは、丸い牽制の性質になります。じゃあこいつどっちかっていうと、これはラージ A もスモール A もあるけど、どっちもあるときはラージ A の性質が強いので、丸になります。こいつも同じだから丸になるよと。で、問題は最後こいつ一つだけなんですけど、こいつはなんとスモール A なので、ここで初めてシワが登場しますよということで、この世代がここですね、この今黄色でこれ子供で、その次これがこれが孫ということで、孫の世代は丸が3つで、シワが1個の3対1の関係性
りやつ選んであげればいいので、ちょっと見づらいんですけど、答えはこれですね。これ、はい。という感じで、やっと答えも1が終わりと。本番だったらちょっとここはもう5分から10分くらいでここまで来てないと厳しい範囲なので、本番はこんなにたどり着けませんということで、ちょっと丸付けはしないです。なんでかっていうと、別に合ってるかどうかを見せたいわけじゃなくて、教え方的なのをね、みんなに雰囲気を味わってもらいたかっただけなので、わかんない。多分合ってんじゃないかなと思ってます。間違ってたら後で謝っとけば OK です。あれは嘘でしたよと。あれは嘘って言ったら大丈夫なんではい、という感じでめっちゃ時間かかっちゃった。本当はこれをタイム1からタイム6まで、これ一番後ろの方とかね、すっごい見て、こんなんだよこんな超めんどくさそうっていうのを毎回60分から70分の授業で、解説しないといけないので、塾講師さんっていうのは大抵、なんていうの、事前に準備してったりする人が多いですね。ただ自分は一応この7年の経験にちょっとあぐらをかいて、こんぐらいの問題だったらこう予習なしで、なんとなく解説はできるという感じになっています。ということで、こうまだ好評でしたらまた続きの問題も解説しようと思います。それではまた次の授業で会いましょう。じゃあね。